皆さんこんばんは、こんにちは。Hello、アンニョン、猫です。7月ももう中旬ですね。北海道もね、この前危険な暑さということで、やっと30度超えの気温になりました。今年はもう夏来ないんじゃないのかなっていうぐらいね、朝晩涼しくて、日中も風があってね、過ごしやすい7月上旬でしたね。そうそう、7月7日はね、七夕だったんですが、北海道って実は七夕に関してちょっと変わっていて、なんとね、北海道の七夕は8月7日という地域も多いんですよ。私の夫はまさにこの8月7日版七夕の幼少期を過ごしたみたいです。七夕ってもともとね、旧暦の7月7日だったんですが、新暦になった時に8月の上旬にずれ込んでいたんですって。で、北海道だと暑くなるのが遅いので、この8月にずれ込んでいた方が季節的に合ってるっていうことで、北海道では8月7日が七夕と採用された地域が多かったみたいです。そしてね、この8月7日版七夕はお盆の時期なので、子供たちがね、提灯を持ってろうそくの火をもらいに行くろうそくもらいの日だったそうなんですよね。で、子供たちがろうそくだせだせよって町内を練り歩くので、みんなね、お菓子をあげるような行事にいつの間にか変化していったようで、どちらかというとね、ハロウィンっぽい。最近ではね、7月7日版にシフトしてる地域が多いようです。結構ね、第1回でも言ってたんですけど、北海道あるあるが本州では通じなくてね、カルチャーショックを受ける瞬間もあったりします。そんなわけで今回も独り言をつらつら垂れ流していきたいと思いますので、ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったりお過ごしください。さて、7月といえば夏なわけなんですが、夏といえば虫ですね。北海道もね、自然豊かな地域なので虫とは結構遭遇するんですが、私がね住んでた東北の実家がね、結構な山奥だったんですよ。で、前に北海道の動物スペシャルの時に山育ちっていう話をしたと思うんですが、昔はね、キツネとかタヌキ、ウサギ、ヘビ、カモシカに遭遇してたんですけど、最近は両親に話を聞くと、猿とかクマとかイノシシが出るらしいです。で、そんな山奥だから、もちろんのこと虫も大量にいてね、実家の家屋が私が子供の頃でも築30年とかだったんで、すごい古い家なんですよ。だから隙間も多いし、虫もたくさん入ってくる家だったんですね。だから毎年夏になるとね、なんでか知らないけどカブトムシが入ってきてて、夜ご飯とか食べてたら急にブブブブブって飛び立ってね、電気にバチバチぶつかっていくっていう、もう毎年のことすぎて、みんなね、鹿として食べてるぐらい生活に馴染む虫ライフだったんですよ。さすがにカブトムシは捕まえて外にちゃんとポイってしたけど、今考えたらね、もしかしたらキングなんとかだったかもしれないよね。売れたかもしれないな。それからね、なんでかスズムシも家の中にいたみたいで、家のあちこちからね、夏になるとリン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 っていい感じのね、虫の音が聞こえてきてて、外は外で田んぼとか畑が多いから、虫の音もすごい音量だし、カエルの声とかね、あとあれかな、間違いじゃなければフクロウも鳴いてたから、なんかがいたんだろうね。で、山奥だからさ、夜になったらもう車もほとんど通らないし、街灯もまばらで、星もねすごくよく見えたんですよ。だから毎年夏の夜って結構風流で、住んでた当時は当たり前だったから、あんまりありがたみもね感じてなかったんですけど、むしろね、虫の音とかカエルの声がうるさすぎて、夏の夜うるさーみたいな感じだったんですが、
昔はね、周りにも結構田んぼが作られていたので、用水路があって、そこに野生のメダカがいたり、ホタルがいたりして、結構貴重なね、生き物の宝庫だったんですよ。だんだんね、やっぱり田んぼもね、やらなくなってって、ホタルとかメダカもいなくなっちゃったんだけど、昔はね、子供の頃だったからあんまり記憶にないんだけど、今ほど夏も猛暑日が少なくて、結構涼しい夏だったように思います。だから夜のね、少しひんやりした空気の中で満天の星とスズムシの声とかカエルの声とかね、そういうのを聞いている夜もすごく癒されていた環境だったなって今は思いますね。私がね、中学校とか高校になると、もう気候の変化なのか出てくる虫も変わってきて、家の中にスズムシがいたのはそのままだったんだけど、カブトムシはね、いつからか現れなくなったし、カメムシがね、大量発生してたんですよ。で、あいつらね、結構しぶとくて全然死なないので、年をね追うごとに数が増えていくから、ってなりながら過ごしてたんですけど、なんかね、冬でも死なないみたいで、冬はね、動きが鈍くなって、なんかの隙間で暖を取ってるんですよ。で、春先になんでこんなところからみたいな感じで隙間からね、こうのっそり現れてくるんですよね。なんかね、カメムシはね、家を出る直前まで戦ってた気がします。そして我が家でね、一番の宿敵がカマドウマね。古い家だと湿気とかあんまり関係なくいるんですよ。で、我が家ではね、便所コオロギって呼んでました。トイレにいるわけじゃないんだけど、なぜか便所コオロギって呼んでました。で、この前ね、夫に話したら、そのエピソードに勝てる恐怖体験ないんだけどみたいに言われた話があって、実家の私の個室がね、昔から雨漏りする部屋だったんですよ。天井の一角が浸水してて、穴がちょっと開いててね。で、雨が降ると一定のリズムでタッタッみたいな、水がね、水受けに着水する音がしてたんですけど、両親がね、年頃の娘の部屋が雨漏りしてるなんて不憫だとか言ってね、雨漏りを修繕してくれたんですよ。で、これで雨漏りしなくなったなと思ってたんですけど、ある時ね、雨も降ってない時にタッって雨漏りの音がしたんですよ。なんだろうと思って雨漏りしてる部屋の隅の方を見たら、こんなでっかい便所コオロギがね、鎮座してて、なんかちょっとどやってる風に見えたぐらいにして、と思ってね、父に退治してもらったんですけど、で、あいつらね、特に何か悪さする虫じゃないんですよ。なんかね、ただとりあえず実家にいたやつらはバカでっけえし、足とか触覚とかくっそ長えし、黒と黄色のしましま模様でね、もう背後からこうって近づいてくるエイリアンみたいな、あんな感じでね、予測不能な跳ね方するから、私もね、さすがに苦手で、めっちゃ嫌だったあいつら。でもその雨漏りの穴からね、たびたびタッって聞こえて、見たら奴らがいるっていうのが続いてね、夜中とかにね、そのタッが聞こえたらもうパニックね。金縛りの方がまだ怖くない。結局うちの父がね、雨漏りの穴自体を塞いでくれて、便所コオロギが落ちてくることはなくなったんですけど、なんか気配を感じるとね、肩の上トコトコトコって歩いてたり、当時飼ってた飼い猫がね、むっしゃむっしゃ食べてたりしてね、実家にいる間ね、宿敵でした。なんでこんな話をしてるかっていうと、実はね、もう少ししたら家族で私の実家に帰省する計画があるんですよ。次女がね、コロナ禍に生まれた子だったんで、一度もね、私の実家に連れてってあげたことがなくて、両親が北海道に遊びに来たりっていうのはあるんですけど、こっちから行くっていうのがまだ達成できてなくて、やっぱりね、子供が生まれると実家から離れてる場合はなかなかね、家族みんなで一緒に帰れないっていうのがありますよね。大掛かりな旅行になっちゃうから。でもうちの両親もね、もう高齢なんで、あと何回実家に帰ってあげられるかなっていうのもあって、で、
私の実家の事情もねちょっと特殊で、両親との関係は良好なんですけど、私があんまり実家に寄りつかない形になっちゃったんですよね。ただその実家を離れてる間に、それこそ子供が生まれてからなかなか気軽に帰省できない中で、地元のね子供の頃からお世話になっていた知人とかがどんどん亡くなっていってしまって、もう何年も会えてないうちに二度と会えなくなるっていうのが多かったんですよね。それを夫がね少し思うところがあったらしく、今回の帰省を皮切りに長期休暇の我が家の恒例行事にしていこうっていうのを言ってくれて、それでね私も実家で暮らしていた時のこととかをこうやって思い出したりしていました。ただね、両親が高齢になってから家の管理も全然行き届いてないので、もう虫屋敷になってるのは分かってるんですよ。だから今回の帰省でどの程度虫屋敷なのかを現状把握して、少し片付けとかしてね実家じまいを進めつつ、来年以降また遊びに来れるようにしようかなと言っていて、でも私以外の3人ね、子供たちと夫はねシティ育ちなんで虫が全然ダメなんですよ。私もねもうシティ生活長いので全然耐性もなくなっていると、果たしてどんな虫との遭遇になるのか楽しみです。さて続いては、あなたの日々を彩る一本のコーナーです。映画オタクの私が皆さんにぜひ体感してほしい一本をご紹介しております。今回ご紹介するのはこちら、アバター。このアバターね、全5作の予定で制作が進められていて、現在3作目までが公開されています。3作目、ファイヤー&アッシュは去年の12月ぐらいに、劇場公開されていて、つい先日からディズニープラスでも見放題が解禁されていたので、早速見たんですよ。概要はパンドラという未開の惑星に資源を採掘するために来た人間と、パンドラの先住民族ナビー族の物語が描かれています。人間側はね、機械を使ってナビー族のアバターに接続して動いたりしています。人間側の主人公ジェイクとナビー族の族長の娘ネイティリとの関係を中心に、ものすごい映像美でね描かれています。パンドラがね不思議な生命体の宝庫という感じで SF なんだけど、本当にこんな惑星あるんじゃないのかなっていう感じがしてね、すごいワクワクします。この自然がね夜になるとあちこちこうじんわり光るんですよ。それがね本当に綺麗で、もう1作目とかね何周してるかわかんないからBGM 代わりにねつけたりするんですけど、毎回ね見入っちゃってねながら見ができないんですよ。でこのアバターを作っているねジェームズ・キャメロン監督は、それまでもねターミネーターとかタイタニックとか映像美に定評がある監督だったんですが、このアバターに関しては気合の入り方がね全然違うというか、1作目当時のね 3D 映像って飛び出すタイプの映像が主流だったんですよ。キャメロン監督はこの飛び出すタイプの 3D 映像が気に入らなかったみたいで、徹底的にね没入感を追求して本当に自分が映像の中にいるような感覚になれる映像をね目指しています。だから映像そのものも本当に綺麗なんですが、高いところから飛ぶシーンなんかはね本当に自分がこう飛び込んでいるような感覚になることができます。 3D 映像映画館でやってるやつね、メガネとか使ってみたらねもっとすごいだろうなって思います。で1作目はね2009年に公開されているんですが、映像がものすごく綺麗なんだけど、まだ実写と CG の区別がね結構分かりやすくつくんですよ。それでもね風とか自然の空気感とかはねなんか本当に体感できるような感覚になるレベルで綺麗ですよ。
で続く2作目 Way of Water は少し間が空いて2022年の公開なんですが、もうね技術の進化がすんごい。どっからが CG でどっからが実写かねちょっともうわからない。舞台を海に移しているので水の中の映像がとにかく綺麗で、本当になんかもう行くとこまで行ったなっていう完成度です。そして最新作 Fire& Ash では火の演出や海だけでなく空の演出もね神がかっていて、これ4作目5作目どうなっちゃうのっていう感じがありますね。もうちょっと技術の進化でね直接触れたりしちゃうかもしれないよ。でアバターでは青い衝撃的なね見た目のナビ族のせいでちょっと色眼鏡で見られがちで、あんまりねアバター好きっていう人見かけないんですよ。でも見たらね漏れなくハマっているっていう印象なので、それだけキャメロン監督の目指した映像がちゃんと見た人に刺さっているんじゃないかなって思います。実は家族の絆とか自然との深いつながりみたいな部分も描かれている作品なので、没入するとねうっかり泣きます。それくらいね映像美だけでなくストーリーも面白いので、気になる方はぜひ見てみてください。私もね劇場で 3D で見てみたいなって思ってるんですけど、今回のねFire& Ash もね劇場で見に行こうかなっていうぐらいちょっとね思ったんだけど、ちょっとね産後の体質変化で乗り物酔いしやすくなっちゃって、普段見てる映画の画面もねあんまりにもこうガタガタ揺れてるとちょっとうえってなっちゃうから、まだね 3D 映像でメガネかけて映画見るのは難しいなって思ってます。4作目5作目がねどんな話になるのか楽しみに待ちたいと思います。さて今回は七夕の話から実家の虫アバターの話まで、自分としてはね結構楽しかったんですが、いかがだったでしょうか。自分もねアラフォーになって親もね高齢になってくると別れをね意識する瞬間も多くて、結構最近はねふと昔のことが思い出されたり、自分の子供時代の思い出をね思い返すことも多いんですよ。割とというかね、まあまあ特殊な環境で育ったんで、夫からするとなんでそんなエピソード話さないのみたいな面白いエピソードがねまだあるみたいなんですけど、私としては幼少期から当たり前にしてきた生活の一部なので、それが人にとっては特殊っていうのもねあんまりこう意識しないで大人になりましたね。北海道に来て山奥からね開拓地に出てきてね、他の人にたくさん関わるようになって、あの経験はだいぶ特殊なんだなっていうのを自覚したっていう感じですね。その経験もね今の自分がこうある糧に、ね、なっている部分だと思うので、大事にしていきたいなと思います。あまりね自分の昔のエピソードを語っているわけではないんですが、自分の経験をもとにいろんな方面の記事を書いているのがブログしょっちゃんファイヤープラスです。私と夫が共同で運営しているブログで、今まで見てきた映画とか経験したことをベースに記事を書いています。私や夫の経験ベースなんでね万人に当てはまるテーマではないんですが、誰かのどこかには刺さる記事になっているんじゃないのかなと思うので、ぜひ見てみてください。でブログでしかね触れてないテーマもあれば YouTube でしか語ってないテーマもあるので、ぜひ気になるテーマのコンテンツに行ったり来たりしてもらえればと思います。 YouTube の方はねぜひながら聞きで活用してください。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第12回戦慄のかまど馬でした。したっけねん。したっけねと言ったんですが、なんかいつもよりちょっと短い内容だったので追加のご連絡です。なんと7月後半から長女も次女も夏休みに突入します。で前に春休みの時もあったんですけど、1ヶ月くらいね作業時間が限られてきてしまうので、
もしかしたら8月はいつも通りの更新頻度ではないかもしれないです。多分ね、今以上更新頻度が上がることは今回はないと思うので、また変わり種のコンテンツが上がるかもしれませんが、白目を向きながら作っているんだなと思っていただけると幸いです。ブログはね、ちょこちょこ更新できると思うので、ぜひ遊びに来てください。もしね、更新が途絶えたら、夏休みを死ぬ気で乗り切っているんだなと、次の更新を首を長くしてお待ちいただければと思います。皆さんも毎日暑いので熱中症に気をつけて夏を満喫しましょうね。では今度こそしたっけねー。